皆さんこんにちは、つくみです。このチャンネルでは愛犬のリボンちゃんと一緒に過ごす田舎暮らしの日常と DIY の様子をお届けしています。ぜひ私たちを見守ってもらえたら嬉しいです。今はマイホームを作るべく奮闘中です。つくりぼチャンネル。一つ前の動画で壁に石膏ボードを貼りました。で、そのビスのところや境目のところにパテを塗って埋めていきました。リビングの壁と同様に洗面所の方も同じように石膏ボードにパテを塗っています。これで壁に壁紙を貼れるようになったのですが、その前に今日は天井の塗装をしたいと思ってます。もうお気づきかと思いますが、実は今回から声を入れることにしました。ちょっと声には自信がないのでハラハラドキドキなんですが、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。つくりぼ。ホームセンターに天井を塗装するためのペンキを探しに行きました。今回はシミを隠したいのでグレーっぽい色にしようと思います。悩んだ末に私が選んだのはシルバーグレーというカラーです。早速塗装を始めるべくペンキの蓋を開けようと思っているのですが、なかなか開きません。ペンキ塗りは何度かやったことがあるのですが、いつもはこうやって縁をクイッとすればだいたい開くんですが、今回は全く開きそうにもありません。なかなか開きそうにないので、その間になんで声を入れることにしたのか少しお話しさせてください。2021年の7月からこの YouTube を始めました。しかし思うように伸ばせていません。 DIY YouTuber もすごく増えて、より良い動画を作ろうとやってきましたが、容量の悪い私は動画を作るのにすごく時間がかかってしまってます。その割に収益は全然伸びず、生活の足しになればいいと思ってましたが、月に1万、多い時でも3万。これでは続けていくのは難しいと判断しました。でも長年続けてきた YouTube、これで終わりにするのはとっても悲しいということで、声を入れてみることにしました。これが私の最後の挑戦です。声入りの YouTube、これでもダメだったらもう諦めることにしようと思ってます。声入りにすることで一気にチャンネル登録者数が減ったらどうしようと内心ハラハラドキドキしています。しかしもうこれ以上他のチャンネルと差別化を図ることは難しい。もう声を入れるしかないというのが私の決断です。今まで応援してきてくださった視聴者の皆さん、そしてこれを初めて見てくださった視聴者の方、どうか私の声を嫌いになってもリボンちゃんの言葉嫌いにならないでください。ペンキをよく混ぜてからハケとローラーで塗っていきます。まずはローラーで塗ってみようと思います。100均で買ってきたローラーです。ローラーでちょっと塗ってみたんですが、思い通りにうまく塗れません。なんでかっていうと、この天井は、模様のような感じになっていて、くぼみがたくさんあるんですね。で、そこにローラーだとうまく入っていかないので、仕方なくハケで塗ることにしました。こんな感じでハケで軽く塗ると表面しか塗れません。で、すり込むように塗っていくと奥まで塗料を塗ることができました。これは結構大変な作業になりそうな予感がします。天井にシミがたくさんあるんですが、
雨の日や雪の日に見に来てみましたが、雨漏りしている様子はありませんでした。で、最近気づいたんですが、もしかしたらこれは動物が住んでいた形跡ではないかなと感じてます。尿とか、糞とか、そういうのがもしかしたら残っているのかなと感じてます。ただこの家は空き家になってだいぶ長い時間が経っているので、動物自体はもうここには住んでいないような気がします。なぜなら、匂いがしないからです。もう何も住んでいないのであれば、あとは動物が侵入できそうな経路を塞ぐのみ、なんとかなりそうな気がします。ちなみに屋根裏に住み着く動物といえば、ハクビシンやタヌキ、それからネズミや、あとはコウモリですかね。ネズミ以外の動物は害獣駆除として自分で行ってはいけないことになっています。で、ネズミの場合も、もし駆除しようとしても自分で運び出すとかちょっと考えられないですよね。なので、もし動物が屋根裏に住み着いているなと感じたら、超音波の機器を取り付けると良いらしいです。動物たちが住み着いてしまった場合には、超音波で出て行っていただいて、それからもう入ってこれないように侵入経路をすべて塞ぐ、これが大切だそうです。天井のシミに関してはこのペンキで綺麗になりそうなので問題ないかなと思ってます。もう匂いも何もしないですし、雨漏りしている様子もないので、このまま塗って仕上げようと思います。で、一応このシミは雨漏りしていた可能性もあるので、屋根の方も塗装しなければいけないなと感じてます。屋根は、止めているビスとかの周りもコーキングとかで雨水が入ってこないようにしてから、で、屋根自体も塗装しようと思ってます。幸いここの屋根が平屋なんですが、三角ではなくフラットな、本当にこう乗れる感じの屋根なんですよね。なので自分でもできるんじゃないかなと感じてます。ただもう安全第一で、自分でできると思うことをやるけれども、無理だと思ったらちゃんと業者さんに頼もうと思ってますので、ご安心ください。天井の照明付近を塗っていたら、ちょっと目がチカチカしてきたので電気を消します。ペンキを入れるトレイを持ってると思っていたのですが、見当たらなくて、今日はこのまま直接塗ってます。で、電気はこの照明ごと取り外して塗りやすくしようと思います。この照明はリサイクルショップで買った可愛い照明に、この作業用の作業灯をつけてる感じなんですけれども、これはこれでなんかちょっと可愛く見えますよね。ハケで塗っているせいか、思いのほか均一に綺麗に塗れなくて結構手こずっています。少し話変わりますが、私 DIY のコミュニティっていうのに入りました。で、そのコミュニティでは DIY 会とかが行われていて、こういろんな DIY の技術とかいろんな知識を身につけられそうです。で、また私が今やってる DIY とかもわからないことがあると質問できるんですよね。それがいつも一人で DIY をしている私にとってはとってもありがたいものになってます。私は人見知りだし、友達もそんなに多くないタイプで、あんまり集まりとかも行かないんですけれども、でもこの間 DIY 会に初めて参加してきました。DIY 好きの方がもちろん来られてるんですが、皆さん気さくで、優しい笑顔の方々で、思ってた以上に楽しめたんですよね。で、自分ではやったことないことを見てやらせてもらえたので、すごい勉強にもなりました。で、全国各地で DIY 会開催されるので、また行ってみようかなと思ってます。
ちなみに私は絵を描くんですけれども、絵を描いて NFT アートで販売したりしています。で、このコミュニティの絵も私描かせていただいたんですよね。DIY ビーバーちゃんって言って、ビーバーは、森の大工さんって言われてるらしいんですが、動物界の大工さんらしいんですよ。自分の家を作ったりダムを作ったりする動物だそうです。で、そのビーバーちゃんをモチーフに、描いたイラスト、それが DIY ビーバーなんですが、このコミュニティのキャラクターとして今後も使われていくので、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。まさかね、自分がこんな形で関わらせてもらえるようになるとは思ってなかったので、なんか不思議なものですよね。いつか私も DIY 会を主催する日が来るかもしれません。そしてこれを見てくださっている視聴者の方が DIY 会に参加されるなんてこともあるのかもしれませんね。車で待ちぼうけしているリボンちゃん、電気カーペットを敷いてあるんですけれども、寒がりのリボンちゃんは出てくる気配が全くありません。不要になったものをまとめて処分しようと思って外に出してあるんですが、ちょっと見た目が悪いですね。いずれはクリーンセンターに持っていく予定なのですが、できれば車に積みたくない。友達とかに軽トラ借りれないか交渉してみようかなと思います。このグレーの色味自体はいい色だと思うんですが、すごいまだらになってしまってます。一度塗りではうまくいかなさそうなので、二度塗りもしくは三度塗りぐらいしないといけないのかなと感じてます。皆さんはペンキ塗り好きですか？私実はこんなに大きな範囲をペンキで塗ったことってないなって気づいたんですけれども、そうですね、漆喰とかは塗ったことが結構あるんですが、ペンキ自体は小物、例えばガーデンチェアとかガーデンテーブルとか取っ手とか、そういうのはね塗ったことは結構あるんですけど、天井とか壁ってあんまり塗ったことなかったなっていうことに改めて気づきました。かわいいリボンちゃんからは毎日癒しと元気をもらってます。この子がいるだけで自然と笑顔になれるんですよね。朝起きて寒いからヒーターの前に座っていると、私の膝の上に座ってきて眠ったりするリボンちゃんで、昼過ぎには一緒に散歩に行って、で夜は一緒に布団で眠ります。飼い主に似たのか元からそうなのか、すごい朝が苦手なようで、私よりもだいぶ遅くまで寝ています。午前中に散歩に連れて行こうとすると、寒いのか眠いのか出たがらないんですよね。で、お昼を過ぎると玄関を開けたら思いっきり飛び出していきます。リボンちゃんはすごくわかりやすくて、お散歩で疲れた時とか散歩に行きたくない時とかは自分で玄関の方まで歩いて戻ってきます。チワワは犬種としてはメキシコ生まれらしいんですね。暖かい国から来たからなのか、リボンちゃんはめっちゃ寒がりです。雪の日とかは無理やり散歩に行こうとしても寒がって玄関まで自分で戻ってきます。リボンちゃんの話ならいくらでもできそうなのですが、そろそろ DIY の話に戻ろうと思います。さっき言ってた DIY のコミュニティで少し驚いたことがあったんですが、なんとメンバーさんの中に私の YouTube を見てくださってた方がいらっしゃいました。そして、DIY 会に行った時は私のボイシー聞いてますって言ってくださった方が数人いらっしゃって、なんか嬉しさと恥ずかしさと驚きと何とも言えない不思議な感覚でした。
私自身は会ったことない、まだ見たこともない方々なのですが、相手の方は私の声だったり容姿を知ってるっていうのはなんか不思議ですよね。でも話しかけてもらえてすごく嬉しかったです。私自身は結構人見知りなので、話しかけてもらえると仲良くなりやすくてすごい助かりました。なので配信活動もやっててよかったなぁと感じた瞬間でした。とここでペンキがほぼなくなりました。今日の作業は終わりにしようと思います。で、めっちゃ汚してしまいました。1日目のペンキ塗りはこんな感じで、1缶塗って半分ちょいぐらいの仕上がりになりました。で、水性のペンキだったんですが、本当は水で薄めてよかったみたいで、なんか贅沢な塗り方してしまったなと感じてます。上向きで作業するのがこんなに大変だとは思ってなかったんですが、手だけじゃなくて髪の毛も服もペンキまみれになってしまいました。ペンキがちゃんと取れるのか少し心配です。作りぼお腹がペコペコなのと寒さで体が冷えてしまったので、帰ってすぐにラーメンを作って食べることにしました。塩ラーメンにたっぷりの千切りキャベツと粗挽き黒胡椒をかけて食べると美味しいですよ。ラーメンに野菜入れたり煮卵を入れたりとか、いろんなアレンジするのが好きなんですが、皆さんはどんなラーメンがお好きですか？リボンちゃんにはささみ入りのドッグフードをあげてます。このドッグフードはエルモというドッグフードで、保護施設でこの子を迎え入れをする際に定期契約したものになります。そろそろ契約期間が終わるので、ドッグフード違うものにしようかなと考えているところです。作りぼ今日は昨日の教訓をもとに髪の毛につかないようにアップにしてエプロンも持ってきました。塗料を入れるためのバケツと、あとローラーも毛足の長いものを買ってきました。今日はちゃんとビニール手袋も装着して準備万端です。ペンキももう一缶買い足してきました。同じ色味のものがなかなかなくて、違う店舗で見つかってほっとしております。なんだか今日は昨日よりもうまくいく気がします。やっぱり DIY には準備が大切ですね。いつも思いついたら今日って感じで行動しがちなんですが、やっぱり思い立ったらすぐ準備を始めるところからやらないといけないなと実感しております。では毛足の長いローラーはどうなのか、果たして塗りやすいのでしょうか。めっちゃ塗りやすいですね。ハケと大違いです。もう初めからこれで全部やるべきだったなと感じています。このローラーがあればおそらく残りの半分はあっという間に終わるのではないでしょうか。ローラーの毛の長さによってこんなに塗り具合が違うとは想像もしなかったです。これから凹凸のある天井を塗ろうと思っていらっしゃる方、もしいらっしゃったらぜひ中ぐらいの長さのローラー、もしくは長いやつにすることをお勧めします。今日はリボンちゃんをお家でお留守番させてきたんですが、この調子だったら早めに作業を終えて帰ることができそうです。まだ明るいうちに帰れたらちょっと遠くまで散歩してもいいかなと思ってます。ちなみに端に見えている木の枠、
なんて言うんですかね、これはばきじゃなくて天井の方にあるやつなんですけど、ここはできれば塗らないようにしようかなと思ってスペース空けて塗ってたんですが、うっかりペンキをつけてしまいました。なのでもういっそのことペンキで塗ってしまおうかなと思ってます。昨日薄めずに塗ってしまったので、とりあえず残りの部分も、薄めずに塗ろうかなと思ってます。ハケで塗るよりもローラーで塗った方がだいぶ伸びてくれるので、おそらく一缶使わなくても余裕で塗れるんじゃないかなと思います。この天井が塗り終わったら次の作業は壁紙貼りになるんですが、実はもう壁紙届いてます。ただちょっと不安なことがありまして、壁紙の色とこの天井の色両方合わせてみると、ちょっと少しばかり部屋の印象暗くなるかなっていう懸念があります。なのでもしかしたら白い壁紙とかも買い足して壁でねちょっと分けてやってもいいのかなと思ってるんですが、一面、新しい壁紙を貼ってからどうするか考えようかなと思ってます。個人的には私の好みなんですけど、部屋の色は2色までに抑えて、で、インテリアとか小物とかでキーカラーを入れるみたいなのが好きなんですよね。なのでね、できればね、どうなのかな、壁紙一色でピシッと綺麗にまとまるといいかなとは思ってるんですが、ちょっと難しそうなら一面だけ白とかにしてもいいのかな、もしくは薄いグレーとか一面入れてもいいのかななんて考え中です。お宿の方は私の中でのテーマがあって、フレンチカントリーがテーマだったんですね。で、明るい感じのピンクとかベージュ、そこにグリーンをちょっと入れることで、こう女子受けするような、どっちかっていうと可愛いお家作りを目指して作りました。お宿の方もまだやりたいことはあるので、こっちの DIY が終わったらまた向こうに戻って DIY したいと思ってます。で、こっちのお家の方なんですが、テーマというテーマは特にないんですが、どっちかっていうとちょっと男の子っぽいお家作りをしようかなと思ってます。廊下とかには、棚を置いて、でそこに DIY の工具とか並べて、なんだったらそこでそのまま充電できるような感じにしたいなと思ってます。作業もいよいよ大詰めになってきました。DIY するといつも寒さで体調を壊したり風邪ひいたりしやすいんですけれども、今日はお腹にカイロを貼ってきました。これが暑いぐらいめっちゃ温まるんですよね。なので冬場 DIY しようって思ってる女性の方、ぜひお腹にカイロおすすめです。めっちゃ汗出てくるぐらい温まりますよ。途中暑くなって上着を脱ぐぐらい私は温まったんですけれども、個人差あると思います。男性の方は割と腰とか肩甲骨に貼られる方が多いのではないでしょうか。女性の場合はね、お腹おすすめです。天井の端っこの木の部分も塗ってたんですけれども、壁紙貼ってしまうところはペンキはみ出てもいいんですが、この扉があるところはこの縁の木のところは養生しとかないといけないなということで最後に残しておきました。ただね、やっぱこの端っこの縁に塗ったことちょっと後悔してるんですよね。やっぱ元々の茶色の色のままあった方が空間が引き締まったなと思っていて、
でもね、後悔しても塗ってしまったものはもう仕方がないので、どうするかちょっと悩んでみようと思います。ここを塗り終えたら今日の作業は終わりです。ムラがあった部分も今回ローラーで綺麗に塗り直したので、いい感じに仕上がったのではないでしょうか。この今見えてるちょっとムラがありそうに見える部分は重ね塗りしたところになるんですが、乾くとおそらく綺麗に見えると思います。さあ、あとは片付けて帰るのみです。愛しのリボンちゃんが待っていると思うので、帰ったらたっぷりと戯れたいと思います。ちなみにこのフック、何度もヤモリに見間違えてビクッとしてしまったんですよね。ここも綺麗にしたいな。天気がいいととっても気持ちがいいですね。晴れた日にはやっぱり DIY するに限ります。ただ最近花粉が多いので、鼻と涙と止まらなくなるのが大変なところです。2、3時間ほど待ちぼうけしていたリボンちゃん、どんな反応するかなと楽しみ半分、心配半分。これからは働きに出ないといけないことも出てくるだろうから、リボンちゃんにはお留守番慣れてもらう必要がありそうです。でもできることなら家でお仕事したい。お仕事のご依頼も受付しています。詳しくは概要欄をご覧ください。リボンちゃん、お待たせ。ただいま。いっぱい待たせてごめんね。やばい、可愛すぎる。いや、もうほんと親バカなんですが、リボンちゃんが可愛くてたまりません。この子のおかげで毎日幸せです。リボンちゃんが快適に過ごせるように茶色いラグを引いてるんですけど、なんかちょっと同化しちゃってどこにいるのか分からなくなりますよね。夜とか足元に隠れてる時あって、うっかり踏んじゃいそうで危なってなる時があったりします。今日もペンキで汚れてしまったんですが、昨日に比べたらだいぶマシな気がします。それではリボンちゃんとお散歩に行ってきます。この辺には川が流れてたり山が見えたり、四季折々の田舎の風景が楽しめるので、私としてはとってもお気に入りの場所です。今日は割と暖かいからか、リボンちゃんもかなり張り切りモードで歩いてます。そして昨日買ってきた椿オイル、これで髪の毛を元に戻そうと思います。そして夜ご飯は豚丼です。煮卵付きです。そしてハイボール、これで一日の疲れは吹き飛びます。今日も一日お疲れ様でした。私は夜はリボンちゃんとのんびり過ごそうと思います。皆さんはどんな一日でしたか？いっぱい食べていっぱい寝て、そしてまた明日も頑張りましょう。皆さんからのいいねやコメント、とっても励みになってます。ぜひお気軽にコメントも書いていってください。全部ちゃんと見てます。最後にお知らせがあります。リボンちゃんの LINE スタンプ販売してます。よかったら見てみてください。あとボイシーでは音声配信やってます。ぜひ QR コード読み取って聞いてみてくださいね。宿用のチャンネルもぜひご覧いただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。